こんにちは。東京九段工作ラボへようこそ。今日の動画は新しいプリンターを導入しました。オリジナルプルサ XL です。XL とついているだけあってプルサの 3D プリンターラインナップの中で一番大きいプリンターになります。こちらの開封とセットアップの紹介をしていきます。それでは始めていきましょう。3D プリンターをされている方にはプルサはすでにおなじみのメーカーだと思います。馴染みのない方にプルサについて紹介すると、プルサリサーチはチェコ出身のジョセフ・プルサによって2012年に設立されたたった一人から始まったスタートアップです。家庭用 3D プリンターの初期からある会社で世界中で使われています。2019年にはプルサ i3 が世界で最も使われている 3D プリンターとしてギネスに認定されました。そこから現在は古いプラハの巨大な工場の8フロアに700人以上が働いていて、毎月プラハの本社から世界中に9000台以上のプリンターを直接出荷しているそうです。今回導入したオリジナルプルサ XL にはオリジナルプルサというマークが入っています。これはどういう意味かというと、プルサ 3D プリンターはオープンソースで設計が公開されています。そのため誰でもその設計図をもとに自分で 3D プリンターを作ることができます。こうした背景から世界中でプルサ系と呼ばれる 3D プリンターのコピーやクローンがたくさん出回ってます。それらは基本設計を元にしているものの、必ずしもプルサリサーチの品質や性能を保証しているわけではありません。そこでオリジナルプルサという名前を使うことで、ジョセフ・プルサが設計した本家のプルサリサーチ製 3D プリンターであることを強調しています。クローンとの区別をつけているんです。つまりこれは本物の元祖のプルサだよという意味でオリジナルをつけているんですね。さて、箱を開けていきましょう。お菓子のパッケージのように箱の下にあるぐるりと一周しているミシン目に沿って開封していきます。購入するときに選択肢が2つあって、セミアセンブルドとアセンブルドを選択することができます。私たちはアセンブルドを選択したので、本体は組み上がった状態で届きます。セミアセンブルドの場合はキットが届いて本体から自分で組み立てていくことになります。この組み立ての過程から楽しんでもらうというコンセプトなんですが、なかなか時間が取れないので今回はアセンブルドで注文しました。ただアセンブルドの場合も本体にコントローラーやエクストルーダーなどを取り付ける作業が必要です。なので箱から出してすぐに使えるわけではありません。はい、なのでですね、おなじみ組み立ての合間に食べるグミとしてハリボーのゴールドベアが入っていました。XL だけに大変だろうということで大きな袋になっています。さて、箱から出したらプリンターのセットアップを始めていきます。セットアップの手順はホームページにあるので、これを見ながら始めていきます。セットアップのステップは49ステップあります。そして今回5色印刷をしたいということで、スプールホルダーもエクストルードもつけるのに5回同じ作業が必要です。ステップの解説を注意深く読みながら進めていくので、セットアップしてキャリブレーションを済ませてフィラメントのテストロードをして、でプリンターを稼働させるまでにだいたい1日作業になります。なので組み立ての合間に疲れたらハリボーを食べて一服していきましょう。今回の動画では全ての工程を紹介するというより、ハイライトとセットアップを進めていく様子をお届けします。さて、箱を開けたら中に入っているものを確認しましょう。
そしてツール群は机の上に置いて準備しておきます。まず LCD を取り出してこれを本体につけていきます。今回はアセンブルドで購入したんですけれども、ネクストルーダーの取り付けはやらないといけません。ネクストルーダーはすでに組み立て済みで送られてきています。ではこれを本体に取り付けていきましょう。はい、5個あるので5回同じ作業をしていきます。この時にビルドプレートを傷つけないように段ボールを置いておきましょう。さて、やっとネクストルーダーが5つ取り付けが終わりました。というところで、フィラメントチューブとスプールホルダーも5つあるので、これも取り付けていきます。そして Wi-Fi のアンテナですね、これもつけていきます。それでは電源を入れていきましょう。まずノズルシールの高さの調整をします。ノズルシールっていうのはここに見えているこの平たいやつですね。でこれも5回作業をしていきます。ではウィザーオフトの通りに次はドックポジションの調整を行っていきます。こちらもですね5回作業が必要になってきます。さて、ドックポジションの調整が終わったらノズルのセンサーのテストとフィラメントセンサーのテストを行います。このテストが終われば次はキャリブレーションです。キャリブレーションのピンセットをしてツールオフセットキャリブレーションをしていきます。キャリブレーションが終わったらいよいよ印刷していきましょう。はい、そしてまずは 3D ベンチの印刷をしました。どうです？綺麗に印刷できていますよね。次にこの5つのヘッドをフルに使う印刷をしていきましょう。この USB の中にすでに入ってるモデルがあります。5個のヘッドを使いたいので5ヘッドを選んで、いくつかあるんですけれども PLA を5つ使いたいのでヘリンボーンプラネタリーギアっていうのを選びます。でこれでもうそのまま PLA5 つセットして印刷することができます。そして印刷した結果のものがこちらになります。結構でかかったです。でこれは今回、ポリメーカーのポリテラのこのパステルカラーを使って印刷しました。これでかすぎたんでちょっとちっちゃくしたものの方が楽しく遊べます。今回プルサの XL を導入した理由としてはこの多色刷りをもっと楽しみたいなっていうことでした。もちろんその多色刷りのプリンターとしては先行してバンブーラボの X1 カーボンを導入してました。でこれですごい多色刷りの楽しさに目覚めたのですが、バンブーラボでの多色刷りの困った点としてはヘッドが1つであるために色の切り替え時にたくさんのフィラメントが無駄になってしまうということがあります。これですね、こんな感じでこういっぱい切り替えの時にこのフィラメントの無駄が発生してしまいます。さらにフィラメントの切り替えに時間がかかるので多色印刷すると、遅くはなります。そのため以前フィラメントを節約する方法という動画を紹介したのですが、それでもこの無駄になるフィラメントは、なくすことはできません。でオリジナルプルサ XL はこの問題を解決してくれています。この最大5つの独立したツールヘッドを持つツールチェンジャーを備えていることで多色印刷を無駄をほとんど出さずに素早くプリントできます。ヨーロッパらしく
No Waste をコンセプトに開発されたプリンターなのです。またあとはね、PETG と PLA など複数のこのマテリアルを同時に印刷することもできるんですね。でノーウェイストなので資源を無駄にしないという方向性で作られています。そういった部分もちょっと共感して導入を決めました。ただ家庭用のプリンターとしてはバンブーラボの X1 カーボンと比べて筐体も大きいですし値段も高くなります。そうなので家庭用プリンターとしての手軽さはないのですが、多色印刷時に無駄になっていくフィラメントのコストを考えると、またゴミの問題も考えると、私は多色印刷をする時にはオリジナルプルサ XL を選びたいと思います。もちろんバンブーラボの X1 カーボンも高速で品質の良いアウトプットを出してくれるので、印刷したいものによって活用していきます。今後は 3D プリンター3大体制となったので、これからも楽しい 3D プリントライフを発信していきます。皆さんも楽しい 3D プリンターライフを送ってください。じゃあまた見てくださいね。バイバイ。